こんなラザニア見たことある？イタリア人激怒案件。梅雨入り宣言まだ来ない。どうも小麦です。一体今は春なのか初夏なのか、白様です。調べてみたら気象学的には夏で天文学的には春だって。でも梅雨入りしたら梅雨なんでしょ？ややこしいな。その前に台風も来てるし、川の増水には注意しないとね。避難袋用意しとこ。本日は湯種の生地でラザニアを作ります。ラザニア久しぶりだね。カレー味。ラザニアなのに？生地の分量の詳細は概要欄へ。そして過去のラザニアの動画も概要欄へ。湯種でのラザニアは初めてかも。もちもち感が増したりするのかな？このチャンネルではここ川沿いリバーサイド、略して川リバで米ぬかを使った低糖質な料理をご紹介しています。米ぬか 50% を使ったレシピ動画や宇宙や古代歴史、人生について考えるポッドキャストなど概要欄にいろいろな情報を載せているのでぜひチェックしてください。さて今日の合言葉は骨盤矯正。コメント欄に書いてみて。猫たちと掃除を楽しんだら買い物に行こう。猫たちは果たして楽しんでるのかな？掃除機を中心にオラつきターンで楽しんでますよ。それ威嚇って言うんだよ。買い物から帰宅したら青大将にお出迎えされました。長え。めっちゃ可愛い。ババア爬虫類系好きだよね。さあまずはカレーを作ろう。レンチン野菜を駆使した簡単ドライカレー。そうそう、今回から私のポッドキャストの話も入れていこうと思う。どんなポッドキャスト？さっきも少し触れたけど、宇宙や古代歴史、人生についてのポッドキャスト。料理関係ねえな。そう、だからリスト名は料理系 YouTuber の裏の顔。怪しくて草。例えば6月8日のポッドキャストはパウリ効果という現象について、理論物理学者のパウリさんの周りで、なぜかいつも実験装置が爆発したり壊れたりしたんだって。破壊魔じゃん。あと、パウリ自身ノーベル賞受賞者でありながら、心理学者ユングとシンクロニシティを共同研究してたって。意味のある偶然の一致ってやつだね。破壊者パウリのパウリ効果は単なる偶然か、それとも観測者の意識が物理法則を揺さぶった証拠なのか。こんなポッドキャストを毎日更新してるので、ぜひながら聞きしてみてね。YouTube ポッドキャストの再生リスト URL は概要欄から。さあ雑にほうれん草を洗おう。雑だけどしっかり洗える方法。微細なゴミもこれできれいさっぱり。大きい汚れはあらかじめ水洗いしておいてね。玉ねぎの内部が少し傷んでてショック。たまにあるよね。見た目すごい綺麗なのに中が傷んでるやつ。まあ避けて使うんですけどね。爆速カレー作るよ。謎のバンブーベル。ミニサイズのバンブーベルも持ってる。
根菜類はレンチンで火を通してるから、ひき肉に火が通ればほぼ完成。カレーってこんな作り方でも美味しいのがすごいよね。玉ねぎ量が納得いかないな。4分の1個くらい傷んでたもんね。今日はドライカレー風に仕上げるので、水分は少なめに。ドライカレーって日本発祥らしいね。明治時代の後期に日本郵船の客船のコックが揺れてもこぼれないようにって発案したらしいよ。日本人の魔改造力えぐい。レンチンのじゃがいもと人参、そしてほうれん草をイン。ほうれん草だらけ。そうそう、水分少なめのカレーにする場合は甘口がおすすめ。中辛や辛口だと水分少ないと若干苦味が出てくるんだよね。今回もカレーのパッケージと格闘しましたが省略してみました。まるですんなりパックを開けたような編集だ。真相は来週月曜公開の取りっぱなし ASMR 動画をまたれい。カレーもうできちゃった。もうこれご飯にかけちゃえば？Kaylee Shukashala? チョロコさんのドアップは可愛いですね。Kaylee Shugatawa. Kusui Moyo. 可愛すぎて焦点。Kimoyua. チョロコに食べられかけてなかった？食べたいくらいに愛されてるみたい。ポジティブすぎてうぜえ。さあ、ラザニア生地を伸ばしていこう。ラザニアって湯種入れても大丈夫なんだっけ？多分若干食感は変わりそうだけど、そもそも米ぬかと中力粉だし今更ね。イタリアの人が見たら発狂するやつ。しかも以前も作ったんだけど、ラザニアシートはでっかい生地を丸ごと茹でてしわしわのまま使う。イタリアの方がこの動画を発見しませんように。とりあえずシートは8枚作るけど多分余ると思うんだよね。余ったらもちろんおっさんの夜食コースだ。なるべく薄めに伸ばしていく。ああ、そうか。湯種の生地は伸ばしやすいんだっけ？そう、だからラザニアだけど湯種にしてみた。概要欄に湯種の5パスタ系非発酵生地ってのが新たに追加されてるから見てみてね。概要欄がどんどん長くなっていくな。長すぎて誰も見ないんじゃない？
やっぱり湯種生地は伸ばしやすいね。普通の生地だとここまで伸ばすの一苦労だもんね。どんどん量産してまいりましょう。そういえば生地を伸ばす作業って余力がないとやりたくないって前に言ってなかった？昨日よく眠れたから今日は余力があるみたい。年を取ると眠りも浅くなるもんね。そうそう、義彦に踏まれたり、チョロコの深夜の遠吠えですぐに起きちゃうんだよね。それ 100% 誰もが起きるやつ。最近ネットで見た壁立ちってのをやり始めてからなんか体も調子いい気がする。壁立ちって何？壁に背を向けて、かかととお尻と背中と後頭部をくっつけて1分立ってるだけ。簡単じゃん。何に効くの？骨盤が正しい位置に戻って肩こりや腰痛が和らぐらしいよ。さあ、ラザニア茹でよう。シートがでけえ。どうせオーブンで焼くから茹で時間は1分くらい。薄いからすぐ火も通りそう。まとめて茹でるとくっつくから面倒だけど、ここは1枚ずつ茹でましょう。この方法で皮幅うどんも作れそう。いいね、やってみようかな。湯種の生地は茹で上がりのコシがちょっと弱めだけど、シートとして使うにはちょうどいいかな。食べるときにカットもしやすそうだしね。それでは重ねていくよ。カレーぬりぬり。しわしわシートのまま重ねていきます。だいぶ手抜き工程。この方法だとラザニアハードル低くなるから作りたくならない？ラザニアハードルってなんだ？料理なんて手抜いてなんぼですわ。開き直った。今までラザニアは市販のミートソースパック使ってたけど、これカレーで十分だな。ババアの手抜きレベルが一つ上がった。
最後のカレー層。結構てんこ盛りになったな。ほうれん草の葉っぱとチーズでトッピング。間違いないやつ。ほな、焼いていくわよ。美味しくおなり。250度の上下ヒーターで25分。強火で短めにね。その間にいろいろ準備だ。レタスが2種。キャベツの千切りが面倒で。最後の最後に面倒が発動してて草。そしてレーズンヨーグルトスイーツ。おっさんにレーズン買ってきてって頼んでから半年ぶりぐらいにやっとレーズンがやってきた。なぜか冷凍のベリー各種を渡り歩いたよね。よし、焼けた。おかえりザーニャ。完成しました。しわしわシートでカレーラザニア。手抜き炸裂でうまいやつ。それではいただきましょうか。若干食卓がしょぼいけどセンターのラザニアが威張ってるからよし。せめてスープくらい作ればよかったね。保温調理器に味噌汁はあるんだけどね。合わないことはなさそうだけどイタリア人には怒られそう。どの工程で怒りを買うのかもはやわからん。全部じゃね。ちょっとラザテロしときますね。謎のアップ。今回もちょうど2人前のラザニアができました。取り皿草。あれ、こんな配置だっけ？でかい一人前が左に移動したね。ちょっとやばいですよ、白様。どうせ美味しいんだろうな。もう我が家のラザニアこれでいいや。ババアがイタリアの X で炎上しますように。湯種とカレーを使った邪道なラザニア、美味しかった。また見てね。今日の合言葉覚えてる？骨盤矯正。バイバーイ。